こんにちは、ミミです。最近自由が丘に行く機会があって美味しそうなラーメン屋さん巡りをしたので、美味しかった順に紹介したいと思います。あくまでも個人的な感想でジャンルもバラバラです。意外に自由が丘ってラーメン屋さんが多かったんですよね。駅から出てすぐにラーメン屋さんにたどり着きました。自由が丘無邪気に到着しました。豚骨ラーメンしかないと思いきや味噌ラーメンもあるみたいです。塩ラーメンや和風豚骨もあるみたいです。入店したいと思います。つけ麺や餃子も美味しそうですね。迷う場合はお店の看板メニューを注文したいと思います。今日は特製ラーメンを注文します。食券を渡すときに好みを聞かれたので全部普通にしました。注文時に麺の変更ができたんですね。ラーメン一筋の店主です。特製ラーメン1000円です。綺麗なラーメンですね。そういえば特製ラーメンは豚骨なのかわからないで注文してました。大判のチャーシュー2枚と角煮と卵とほうれん草と海苔があります。コーンもありました。美味しそうですね。スープはどんな感じでしょうか。豚骨の香りがします。スープを飲んでみたいと思います。家系ラーメンと違ってライトなんですけど、旨味というかコクがありますね。なんだろう。想像以上に美味しかったので、こちらの無邪気さんが最初の紹介になりました。ほうれん草はシャッキリめでした。こちらの角煮をいただきたいと思います。この角煮がめちゃくちゃ美味しかったんですよね。八角のような香りがします。麺が出てきました。麺をいただきたいと思います。麺の硬さは普通にしたんですけど、割と硬めに感じました。もっちりして美味しかったです。この大判のチャーシューは柔らかいんですけど、味がそんなについてないのでスープに浸して食べることをおすすめします。チャーシューの下にネギがいっぱい敷いてありました。こちらのお店は南口店になるんですけど、北口店もあったようですが惜しまれつつ閉店してしまったようです。こちらのラーメンはバランスも良くって最初から最後まで美味しく食べれました。胃もたれもしないので弱ってる時にも食べれる豚骨ラーメンです。ごちそうさまでした。次の紹介は歌島さんです。いわゆる二郎系ラーメンですね。駅から遠いというわけではないんですけど、路地裏にあるので少し分かりにくい場所にありました。二郎系ラーメンは一歩間違えると大食いラーメンになるので、どうしようかな。今日はとりあえずミニラーメンを注文したいと思います。野菜増しにしたんですけど、店員さんにかなり多くなると言われたので普通にしてしまいました。
お酢にレモンが入ってます。おしゃれですね。ニンニクが入れ放題になってます。ミニラーメン850円です。ミニラーメンはチャーシュー何枚乗ってますかって店員さんに聞いたら1枚って言ってたんですけど、2枚でした。店員さんにすいません2枚でしたと言われたんですけど、嬉しいですね。スープがオレンジっぽいですね。スープをいただきたいと思います。結構濃厚ですね。家系みたいに濃厚で、二郎系だとそこまで濃厚な感じじゃないんですけど、しょっぱうまい二郎系という感じですね。二郎系って女性だとちょっと入りづらい雰囲気があるんですけど、こちらの豚島さんはカフェ風な感じなので女性でも入りやすいかと思います。野菜もシャッキリしていてスープに馴染むとすごく美味しいです。このチャーシューは箸で持った感じ重いんですよね。二郎系でも結構厚めの方ですよね。ほろっと食べれます。味しみもちょうどよくって、スープとの相性もバッチリです。最初スープが少ししょっぱいかなと思ったんですけど、野菜が馴染んできてちょうど良いスープの味になりました。麺が出てきました。スープが染み込んでて美味しそうです。麺をいただきたいと思います。わしゃわしゃしてて美味しいです。全然伸びる気配のない麺ですね。スープの温度も高くって美味しく食べれます。チャーシューもめちゃくちゃ柔らかいです。こちらの豚島さんは一番最初に紹介しようかなと思ったぐらいすごく美味しいです。違うかもしれないんですけど、なんとなく味噌っぽい味もするんですよね。隠し味かな。これだけのボリュームで850円だったら大満足です。ごちそうさまでした。次も駅近のお店です。粋な感じな店構えです。麺浦田に到着しました。塩ラーメンがメインみたいですね。それでは入店したいと思います。和を感じる食券機ですね。今日はシンプルに普通の塩そばと九条ネギ餃子が気になったので餃子も注文したいと思います。店内はすごく清潔感があって今日も満席の状態でした。塩そば750円です。店構えも粋だったんですけどラーメンも粋な感じですね。美味しそうです。ちなみに店員さんも上品で粋な感じでした。
ープはどんな感じでしょうか？分かりづらいんですけど結構熱いんですよね。スープをいただきたいと思います。塩味がしっかり効いていて美味しいです。この塩味は癖になりますね。九条ネギ餃子250円です。きれいに折りたたんだ麺を崩したいと思います。少し細麺ですね。麺をいただきます。麺は加水率低めのザラザラ麺になってます。メンマは長い穂先メンマが1本入ってます。メンマは柔らかくって美味しいです。この黒いのは何だろう。トリュフっぽい感じがします。お楽しみのレアチャーシューをいただきたいと思います。生ハムのような感じで油っぽい感じがするんですけど、さっぱりした塩味のスープにとっても合います。餃子には柚子胡椒もついてました。この餃子はリーズナブルですが、一瞬で食べれてしまいそうです。九条ネギの香りが高くって美味しいです。ラーメンも餃子も上品な中にパンチがありました。次来るときは柚子のラーメンを食べてみたいですね。ごちそうさまでした。次に行くお店も駅近です。4人ぐらい並んでいたので出直してきました。つけ麺結心に到着しました。まだちょっとお店の中は混んでますね。つけ麺もありますが、普通のラーメンも美味しそうですね。今日は肉中華そばを注文しようと思います。電子マネー OK です。つけ麺の方は割りスープもあるみたいですね。麺は朝日製麺でした。肉中華そば1040円です。ネギも多めで美味しそうです。チャーシューは3種類入ってました。スープはどんな感じでしょうか？スープをいただきたいと思います。やけどしそうな温度のスープです。魚介の風味が先行してますが、動物の出汁も入ってるのでまろやかなスープになってます。早速チャーシューをいただきたいと思います。これは熟成されたチャーシューです。美味しいです。麺は中細麺になってます。ちょっと白っぽいですね。麺をいただきます。麺はザラザラ系の麺でスープが絡んで美味しいです。水菜は癖がないので魚介のスープとも合います。こちらのチャーシューは鶏っぽいですね。鶏をいただきたいと思います。鶏は割とさっぱり系ですね。またお願いします。
こちらのチャーシューはもも肉になってます。もも肉をいただきます。口の中でとろけてしまいました。こちらのゆいしんさんはつけ麺が主なんですが、口コミで見るとつけ麺よりも中華そばの方がおすすめになってました。たまたま中華そばを注文しましたがラッキーです。ごちそうさまでした。最後の紹介は家系ラーメンです。横浜ラーメントライブさんに到着しました。ここのお店は大人気でめちゃくちゃ混んでるので開店してすぐに来ました。最後の紹介といってもここもめちゃくちゃ美味しいです。自由が丘ではトップクラスの人気に入るかと思います。ライスが無料になってます。今日はチャーシュー麺の並を注文しようと思います。これは何だろう。きゅうりのきゅうちゃんがありました。まだ開店したばっかりなんですけど、どんどんお客さんが来ました。チャーシュー麺の並900円です。見るからに濃厚ですね。ちなみに好みは全部普通にしました。こちらのチャーシューを好きなだけどうぞと言われました。なくなり次第終了ということなので早めに来てラッキーです。これがもらえるんだったら普通のラーメンにしてもよかったかも。スープはどんな感じでしょうか。ドロッとしてる感じですね。スープをいただきたいと思います。濃厚で重厚という感じです。美味しいです。スープはそこまで熱くないかなっていう感じですかね。サービスのチャーシューをいただきたいと思います。角切りなので噛み応えがあって美味しいです。ほうれん草もたっぷり入ってて嬉しいですね。チャーシューも厚みがあって美味しそうです。チャーシューをいただきたいと思います。味がしっかり入ってて柔らかくって美味しいです。ほろっと噛み切れるんですけど、お肉のワイルドさもあってすごく美味しいです。麺が出てきました。堺製麺になってます。スープに絡めてからいただきたいと思います。美味しい豚骨スープに絡んで麺がめちゃめちゃ美味しいです。すごく美味しいんですけど、最後の紹介になってしまったのはスープの温度がそこまで高くなかったのと、個人的にスープはもう少しキレがある方が好みかなと思いました。丼の中に行けば行くほど温度はすごく高かったので、猫舌の私にはちょうど良かったんですが、店員さんは明るくて元気が良かったので、こちらにもパワーをいただけました。次に来るときはキャベツをトッピングして朝一に来店して、またチャーシューのサービスをいただきたいと思います。ごちそうさまでした。